今回の動画では、超巨大お姉ちゃん層を作っていきます。一から始めるので、製鉄所や拠点を作るところから始まります。始まり。最初の目標は、食料などの自動化ですね。鶏って序盤自動化するのには便利そうよ。覚えとれよ。交易でかぼちゃを手に入れます。色違いの牛とか豚がめっちゃかぼちゃっぽいねんな。アイアントラップ用に村人を輸送しています。右に見えるかぼちゃっぽい豚が出てくる。なんだ豚か。ジャバ版沈みすぎじゃない？村人の船も沈んじゃいましたね。溺れたりはしないみたいだけど、お願いだから逃げんといてな。行かんといて。待てー。ボート便利っちゃ便利なんやけど、どうしても高低差があると辛いな。結構高いところまで登らされちゃったね。トロッコ移動に比べたら、それでもかなり楽な方なんだけどな。土で頑張って船を持ち上げながら進めましょう。船頭一人やけど、船山に登っとる。エンダーマン用の屋根を作っています。まあ、別にこんなんなくても余裕で倒せるけど一応な。物持ちのいいゾンビ、やっと見つけた。村人を叩き起こすためのゾンビです。襲われている村人がいると、アイアンゴーレムが湧きやすくなるみたい。多分ジャバ限定。あちゃー。やったー。ストップ。一応水かけた方がええか。植物育ててるの？植物なら確実にかけてほしいけどな。ホッパーを外につなげたいけど、壁邪魔やな。ここならいけるかな？ちょっと真正面すぎたね。止まったっぽい。止まってないっぽい。これ看板置き直さんと修理できんな。燃える時間こんな長かったっけ？ここでアイテムばらまいたら、まあまあロストしちゃいそう。おとなしく火を消しましょうか。危なげなく製鉄所が完成しました。村人さえいれば、めっちゃ手軽に作れるのいいね。楽勝。深い青の夜と茜色の夕焼けが溶け合う空が素敵だね。葵ちゃんの情景描写に似つかわしくない光景流してて申し訳ないな。鉄の焼ける音もジューシーで素敵ですね。ほんと？今度は竹を求めてジャングルにやってきました。鉄の次は木材の自動化ってこと。QR コード？スキップ気分で飛び込む場所ではなかったね。どんぶらこー、どんぶらこー、どんどんぶらこー、どんぶらこー。これで木材も自動化できますね。レベルアップ。湧きつぶしってこうやって走りながらするしかないんかな。木材自動化用のスライムブロック用の湧きつぶし中です。子供ゾンビ強すぎ。
声近くない？ゾンビ映画あるある。これまずい？辛いわ。クロック部分はこれで完成やな。上にブロック置かないと雪とかが混入しちゃうやつ。意外と有効的なのかも。決闘だ。ということで木材を自動化できました。ピストン消費が少ないスライムブロックタイプ。もちろんクラフター付きです。鉄と木材が揃ったし、これでホッパー作り放題、自動化設備作りたい放題だ。噂では、ウサギの皮でバンドル作れるらしい。めっちゃ序盤から作れるやん。ブレイズロッドとネザーウォートを集めに来ました。エンダーアイとポーションでラスボスに一歩近づこう。やめてってば。もうこれホラーゲームの区分でよくない？敵の配置が地獄ですね。こっちこっち。襲撃者トラップで死のトーテムを確保しましょう。この襲撃者トラップ、なんか詰まっとらんか？トラップドア忘れてそう。これ登るの面倒なんよな。水バケツで強引に登りました。見えねえ。ちょっとだけどいてな。よいしょっと。無事に稼働するようになりました。エイムが悪くて矢がつきました。斧と水バケツがあればノープロブレム。いくでー。まだまだいくでー。もうおしまいかいな。修繕修繕修繕。ゲートウェイに飛び込め。ゲートウェイのエイムも悪いみたい。頑張って道つなげるしかないか。緊張の一投です。ジャバってなんか重力が強ない？弓矢外したのもそのせいにしちゃおうか。あかねちゃん王に二度投げ。ということで無事にエリトラを2枚確保しました。これで爆速移動ができるようになりましたね。じゃーん。これで一旦マイクラのゲームクリアみたいなところまではできたな。次の大きな目標は巨大な拠点作りです。そのための丸一製造機を作っていきます。現世転送型エンダーマントラップ。頑張れ頑張れ。TNT をちょこっともらいまして、今回動画で作成した装置の作り方は概要欄にリンクを貼っておきますね。あちゃー。仕組みはよくわかっていませんが、ここに TNT を入れれば完成みたいです。終了。どうやら木のボタンだとうまく動かないみたい。これで動くらしい。マニアック。チェックメイト。ワクワク。はい拍手。パチパチパチ。
ホッパー6列でも間に合ってないぐらいの生産量やね。数字が増えていくのを見るの楽しいですね。敷地を確保するために森林伐採中。一遍48の敷地を確保しましょう。てれ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 てってれてれってでどうや。かぼちゃってこれでええんか。サトウキビで起動するタイプのかぼちゃ畑。早速完成した畑に見学者が来たみたい。なめとんのか。ほなね。水流制御用のフェンスゲートを積み重ねて開けていきます。ブロック専用の仕分け装置を作ってます。一列ずらしたいなこれ。水流エレベーターのおかげで上下しやすくていいですね。余すとこなく拠点の魅力を紹介するためにわざと落ちた演技見せたんよね。まだまだ拠点スカスカだけど。はっちゃー。少ないパーツの組み合わせで分別機みたいな複雑なシステム作れるの楽しいよな。ちょうど1個足りなかったみたいだね。完成。絶対ごまかせないって。64連かまど。10秒で1スタック焼けるから、これで焼き石使いたい放題や。壮観ですね。あちゃー。壮観じゃないですね。簡単な割に、高速に稼働してくれるのがお気に入りポイント。1スタック焼くと大規模かまどは遅くなりがちですが、これは23秒ぐらいで済みます。もちろんフル稼働すれば、1スタック10秒ペースになる感じ。進捗どうですか？かぼちゃ破壊グリッドの作成中です。浮くんだ。銅ブロックとジャックオランタンでおしゃれに彩ります。なんで？銅ブロックの代わりのブロックで縁を作ってみました。スタート。へへへ。高速エリトラ鉄道を襲撃車トラップやエンド、ネザー要塞につながってる便利な通路です。これでもうぶつからんと思うし大丈夫やろ。ジャバ版だし岩盤上使ってもいいかもね。ハードで正々堂々戦ったら正直勝てる気せんけどな。ビーコン完成。スポイトしながら屋根を張っていきます。27スタック使い切ったんやが。雨がしのげると拠点らしさが一気にアップしますね。フライング伐採式の木材加工所です。かまどの燃料にも流用できる規模にしたけど、ちょっとやりすぎかもな。動画ですから過剰なぐらいでちょうどいいのかも。ゴミが混ざらないようにフィルター機能付き。複雑なレッドストーンは地面に埋めておきました。後で余った木材をチェストに変換する機能も追加しよっかな。こっちで弓を作って、ディスペンサーに流し込むやつ。汎用性高そう。
ゾンビピグリントラップ作成に向け、岩盤を壊しています。ピストンを TNT で破壊した瞬間、隙間にピストンを置くらしい。完全に呪文ですね。3、2、1。勝負。どう？できた。この規模でネザライトの肩あるんかな？ネザライト装備を目指して要塞を攻略しています。やらせへんで。手強い。エリトラだと2回食らったらアウトやったんや。フォグキル設定9。ピグリン要塞全然見えないよね。明るさ最大じゃなかったんだ。どれくらい明るくなったかな？明るくはなったね。いや確かになり金色だけれども。ゾンピグトラップ用のマグマブロックを集めています。これで金を確保して、村人とお得に取引するのが狙いやね。お客さん来とるな。天井が低いうちに処理しておきましょう。エンダーパールは絶対渡さないという意志を感じる。処理層のカラス面倒やし、2段でええかな。脱走される未来が見える。最悪エリトラで脱出しましょう。なんか変。中心、じゃなくて輪郭がずれとるやん。イラストで目が上手に描けない時って、大抵紙とか輪郭がずれてるんだよね。葵ちゃん豆知識コーナーだ。かなり小規模のゾンピグトラップが完成しました。これで、金と経験値に困ることはないな。もちろん金ブロック変換機能付きです。集めた金ブロックで金リンゴ。もしかして、これももっと序盤から作れたんかな。それでは、早速村人にプレゼントしに行きましょう。鉄とエメラルドを10日交換。レッドストーンやガラスなどが無事に量産できるようになりましたね。あとは大量の色ブロックを確保するだけや。お姉ちゃんのドット絵です。撫でるのやめえや。この大きさだと材料がラージチェストに配分ぐらい必要になるみたい。今回の最終目標は 2D じゃなくて 3D だから10倍ぐらいなのかな。要するにコンクリートと染料とテラコッタが大量に必要ってことね。ワクワク。コンクリート無限化のためにエンドフレームを壊してます。この複製グリッチ、正直グレーゾーンよりな気はするよな。岩盤状に作るゾンピグトラップもグレーといえばグレーなのかもね。何がちゃうねん今の。全然当たらんし。正解。やっと全部壊せた。TNT1 スタックで足りてよかった。ジャンクローダーなしでも十分実用に耐えそう。ゲットしたで。これでこの先コンクリートに困ることはないでしょう。へへへ。エンダーチェストも置いとこっか。お花製造機です。製造できてませんが。制御不能になってそう。止まってくれ。コップンのディスペンサーにリピーターを挟んだらうまくできました。
肝心の青の花がないんやけど、こんなに出ないものなのかな。大河バイオームだとコーンフラワーが咲かないみたいですね。ヤグルマギクの呼び方の方がかっこよくない？かっこよさで言えばそうだね。モンハンにも出せ。ここカットよね。このディスペンサークラフターって占領抽出にも使えるのええやん。製造速度がボトルネックになってそう。専用の抽出機を作りました。ホッパー4個分の移動速度だから毎秒10個ずつ作れるはずやで。こういう装置って一括移動できんと微妙やから実質 Java 限定になるんかな。楽しい。色付きブロックの代表格、テラコッタバイオームです。メサナ。シュルカーボックスに詰められるだけ詰めて、ネザー経由で往復しましょう。思ったより小さいかも。うおー。ヘイスト1とエフィ5のツルハシでどんどん掘りましょう。うおー。はて。ビーコンを持ってるより範囲狭いんよな。後でメサの中心にビーコンを引っ越しましょう。ポロポロ音が心地よいですね。いやらしすぎる。あと1マスずれてたら刺さってた。やらせへんで。お姉ちゃん専用カラーパレットができました。この色でうまくできるか、まずは小さめのドット絵で試してみよっか。ここグレイズドピンクの方がええな。ベークドだとくすんで、グレイズドだと鮮やかになるらしいです。誰やここにゴミ置いとんの？いやらしすぎる。全然そんなことないやろ。この壁一面にお姉ちゃんができるの楽しみ。足場と水エレベーターを駆使しましょう。これ足場どうやって伸ばしたらええんや？一段高いな。もう。足場ブロック使いこなすの難しいですね。一段上やな。ぷっぷー。ぷっぷー。ぷっぷー。全然詰めんけど。ぷっぷー。美味しそう。レッドネザーレンガで命を吹き込むで。パリパリ張り替えます。ちょうどいい赤さだね。ここ置けるよな。一旦遠くから見てみよっか。いいよめめ。この調子であと半分。ここピンクよな。向きがちゃうよな。これでどうでしょう？この1ドットの髪の毛だけで、お姉ちゃんの活発さがぐんって増すんですよね。へへへ。仕上げに水をかけて、コンクリートを固めましょう。髪の毛びしょびしょだー。なにこれ？出来上がったお姉ちゃんがこちらです。おお。使えそう。本人隣におんねんぞ。ピンク羊毛の代わりにグレーズピンク使ってみたけど、意外とマッチしててよかったね。髪の毛のここ気になるな。
お姉ちゃんがこっそり練習してたエリトラ着地。どや影の部分だから、ライトグレーテラコッタの方がいいのかな。一旦これで様子見してみよか。ライトグレーじゃないと違いわからんな。ひとまずドット絵は完成ですね。お姉ちドット絵で色の確認ができたので、最終目標のお姉ちゃんフィギュア作成に取り掛かります。葵監督、雲は突き抜けない方がいいですよね。突き抜けるのは、お姉ちゃんの可愛さだけで十分でしょう。7ブロック先だと落ちちゃうんだね。さすがに追いつけないか。落下判定意外と厳しいね。まずは建設足場が完成しました。でけえ。大規模建設って感じしてええな。葵ちゃん見て見て。雪。下に積もってないし、上空だけの雪なのかな。美味しそう。食べちゃダメだからね。そしてできたのが、ネザーラックアカネ。2D じゃんってツッコミ飛んできそう。ミスを減らすためのおまじないアカネちゃんやで。お姉ちゃんを 3D で作ったことなんて今までないんですよ。昔、お姉ちゃん型拠点とか作っとったけど、あれはさっきみたいな 2D だったもんな。いつも以上に計画性がないため、手探りやっていくことになります。この足が、ニョイーンって上に伸びていく感じやね。サイズ感がわかるレイヤーみたいなの作ってみた。10ブロック間隔であった方が良さそう。レイヤー増やしてみた。お姉ちゃんに見えてきましたね。全然見えへんけど。間隔はこれぐらいで、今度は立体的にしてみましょう。お姉ちゃんの足の輪切りやで。この間隔で CT スキャンしていけば、かなり輪郭が分かってきそうだね。この動画全年齢向けでいいのかな？何の心配しとんねん。お姉ちゃん出てる時点で無理か。ひどい言われようや。あかねお姉ちゃんの何作ってるでしょうクイズ。子供向けコンテンツでバランスを取る作戦？そんなんちゃいますけど。ヒントその1。エメラルドは綺麗だから置いたよ。ヒントその2。金ブロックは中に入れるアイテムと同じ色。チェスト欲しいな。エンダーチェストの中身で性格診断できそう。からのシュルカーボックスを入れてるあなたは、貪欲者タイプ。ヒントその3。眼圧板で起動するようにしたかったんやけど、訪問者がおるからレバーにしとるで。本当にヒントになってる？正解は、アイテム補充装置。チェスト開いて欲しい数だけ取るの意外と面倒だから作ってみた。思ってたよりは便利なのかも。でかい。缶は9台、フィギュア作成に戻ります。これ以上素体細かくしたら、さすがに規制かかっちゃいそうやな。もう細かくできないから素体だもんね。プライムフィールドじゃないのよ。お姉ちゃんの中。お姉ちゃんの隙間をいい感じに埋めていきます。これいつ完成するんやろな。大変そう。葵ちゃん変わろう。やだ。ランタンタイム。スカートの奥行き感をつかんでいます。スカートもっとこっちの方がええな。
こういうの一回決めたら後で変更するの大変だから緊張するよな。全部壊してやり直すだけでしょ。スパルタすぎる。つなげるとこんな感じ。そろそろ進捗 10% を超えたかな。こっから上はさっきと変わらんか。走ってるだけでも楽しい。臀部の形を整えています。1マスへこんでるのが気になるよな。違和感のある部分をひたすら修正しましょう。マイクラっぽい倍速編集。これでどう？クリーパーどこおったん？気づいてなかったんだ。お姉ちゃんの足が地面に埋まってるのは、やっぱり不自然ですよね。それに、せっかくのブカブカブーツが見られないのは残念です。進捗が 10% を下回りそうな予感してきたな。ブーツだけ塗り雑じゃない？葵ちゃんの指示で森を焼き払っとるで。正解。ちょっとだけ穴を掘ってもらって、靴を作ってもらいました。ちょっとちゃうねんな。土持ったエンダーマンってデスポーンしないんかな？勝手に変なブロック置かれそうでやだな。土をつけられるお姉ちゃん、まだつけられてはないけどな。一回拠点でトーテム消費してたじゃん。あれ録画してないから農家やで。ずるじゃん。レッドストーンリフュールステーションできた。単純な割に便利でいいですね。スカートを作っています。お姉ちゃんのスカートの上で寝るお姉ちゃんやで。再帰的なお姉ちゃん。リバーシブル。リカーシブだね。ここらへんちょっとへこみすぎ。見学に来た人がいますね。お姉ちゃんは見せもんちゃうねんぞ。見学料はもらえそうにないな。本当にめっちゃ見てる。おととい来てなあ。斧で威嚇してる。逃げられるのもそれはそれで悲しいな。なんか、マイクラの洞窟みたいなえぐれ方してない？もしかして作り直し？申し訳ないけどそうなっちゃいそう。今度は、もっとうまくやってみるからな。レッツゴ楽しそうでええなあ。この紐なしバンジー大丈夫？ダメならカットするしバレへんやろ。もうそろそろ。お姉ちゃんの右足を降りていきます。テラコッタ回収しつつ、敵はいてないか確認しとるで。ビーコンの回復が地味に便利。危うく土つけられるところだったわ。湧き潰しした方がいいのかもね。面倒だし、あんまやりたないけどな。かかと浮いてるのいいよね。実はイラストより左足が奥に引っ込んでたり、イラストの時点で気づいておくべきだったね。めっちゃ綺麗に二度見しちゃった。もう土ついてました。水張るしかないのかな。葵ちゃんウールファクトリー。草ブロックをオブザーバーで監視して、ディスペンサーで刈り取る仕組み。ハサミは鉄を入れれば自動で補充する仕組み。水色羊毛確保できたらカラフルに塗り替えよっか。スカートを回旋しつつ、お手手をつけてみました。順調やね。シルエット見えてくると、だいぶ完成に近づいた感じしてええな。
ここの凹凸気になるな。こんな風に全体を見ながら形を整えていきます。地味すぎる作業やし、ほとんどカットになるやろな。立体的に絵を描いてるみたいだね。独特な比喩だ。この調子で上半身も頑張っていきましょう。飛び道具は効かんでも追い払うぐらいならできるやろ。やっぱり無理かも。正解。そんなこんなで首から下の部分が完成しました。これはもう8割完成したと言ってもいいでしょう。あとは顔と髪の毛と右手ですね。7割完成したと言ってもいいやろ。地味な下方修正。後ろ側も見てみよっか。背中は広めに開いてます。正直ネザーラック茜あんまり役に立ってないかもな。髪の毛ないと横から見た時に立体感がないな。右肩をグイッと上げてる感じ伝わってるかな。まだまだ行くでエンダーマンによる地形破壊を阻止するため、軽く洞窟を湧き潰ししています。高所で作業すると、戦争にモブが集中して湧いてそうなんよな。これうまく使ったら、湧き潰しのいらんトラップ作れそう。天空トラップタワーって名前ついてそうだね。ダブルスポナーだ。間でスパイダージョッキー湧いたりするのかな。もし本当ならマニアックすぎる知識だ。作業に使ってたお姉ちゃん画像です。うちが座標を見ながら作る時の設計図みたいなもんやな。でも、これだけだと頭の奥行きがわかりにくいですよね。ということで、横から見たバージョンも作ってみました。もう色塗りすらされんくなったな。スケスケのお姉ちゃんです。座標系ポンコツすぎん。何か変。普通一桁目がゼロになるようにすると思うんやけど。確かに。脱行しました。もっと早う言うとくべきだった。最近気づいたけど、このカメラだと全体見れてええな。曲線の曲がり具合が手に取るようにわかるわ。デバッグも情報を絞ることで、画面が見やすくなってていいですね。おんねんな。お姉ちゃんの中で新たな命が芽生えたみたいです。言い方よ。ここら辺のはずなんやけど。やっと見つけたわ。うちの勝ち。この64連かまど、動作中に音鳴ったら面白そうやない？なんか鳴るのかな？歳月好きすぎじゃない？ラグタイムオンザラグの方がおもろかったかな？カッパーバルブを2つつなげて、エブリアザーにしとるで。呪文みたい。そうしてできたお姉ちゃんの首から上の骨格が、こちら。なかなか美味しそうな紙じゃないでしょうか。食べ物ではございません。後ろ姿も絵になりますね。顔だけちょっと自信ないんよな。このドット数でできる限界な気もするけどね。マクパレのドット可愛かったよ。
ドットじゃなかったらこれぐらい余裕ですけど。葵ちゃんの激鱗どこに生えとるんや、尻尾。これ描いてる時に、チェロの資料を検索してたんですよ。ふむふむ。その時にふと、チェロで体言止めする歌を思い出したんだよね。でも前後の歌詞がなかなか思い出せなくって。チェロで体言止めするような不思議な歌詞なら、界隈曲やないか？でもそういう歌詞のはなかったような気がする。そっか、なんか他に手がかりはないんか？同じ人が5人で踊ってたね。ほなバッハの旋律を夜に聞いたせいで決まりや。横一列に同じ人が3人並んだらポップスター、5人並んだらバッハって決まっとるんやから。どうもありがとうございました。何やらせとんねん。またまた隙間を埋めていきます。爆速でビシバシ置いてくでー。うおー。気づいたら夜。修繕も兼ねて、今晩は村で過ごしましょう。あかね選手、ベッドに華麗な着地を決めるべく高度を下げていきます。いったー。おやすみなさい。もう食べれへん。ピンクテラコッタを作っていきます。この補充で最後になってくれると嬉しいな。染料の仕分け機は羊毛の隣に立てました。似た機能の設備まとめておくの好き。今度はピンクの染料が少なくなってきたな。染料を同じ量に調整するシステムも作れそうですが、ひたすら量産する方が楽そう。狼に食べられちゃうなんて、あかねちゃんかわいそう。犯行経路を推測してそうなカメラワークだ。負けてもた。髪飾りってこんな感じでいいかな？なかなかいいんじゃない？もうちょっとだけ後ろにずらしてみよう。前のブロックも忘れず壊そうな。これでほとんど完成。一回フライトしてみましょう。髪の流れてる感じがいいですよね。うなじ。ポニテのボリュームもいい。お手手まだなんだ。何持たせよう。こっから見える足、めっちゃエッチじゃないですか？また変なことやってる。お。できた。誰でも簡単、お手軽ことの端前モニュメント。ものすごく深いメッセージ性がありそうなモニュメントだ。作者の意図を30文字以内でコメントしよな。今は右手に握りしめるものを作っています。いろいろ考えたけど、やっぱりマイクラにちなんだものを持たせるのが正解よな。ちょうど葵、ロヤシ、お姉ちゃんに握られています。ぎゅー。かなり置きにくそう。置く順番間違えちゃったな。雪の積もった髪の下からは、少し手直ししたお顔が見えてきます。やっぱり胸ちょっと大きいんじゃない？今から本物を大きくすればいいから大丈夫だよ。無茶言わんといてや。スカート外周の波打つ感じいいね、でしょ？建設したのはうちなんやけどな。いいですね。最後は水エレベーターを撤去しましょう。フェンスじゃ無理か。砂で一気に水源潰し。楽しそう。
人自在菩薩行人般若波羅蜜多時証券語音階空洞一切空薬シャリシ式不意空空不因式。ということでここからは、葵ちゃんと行くお姉ちゃん観光ツアーの開幕です。仏教とは程遠い煩悩まみれのツアー始まったな。こちらは、お姉ちゃん自らの手で一つ一つ積み上げられたご本尊にございます。どう？そのあまりの雄大な佇まいに、訪れた人々は皆、足元で空を仰がざるを得ないとか、絶対よこしまな願望に従っとるだけやん。特に左下からの眺めは、風を感じられる絶景です。次は、肩の周りも見てみましょう。ここでは、うなじと二の腕と背中を同時に拝み、それぞれのご利益を授かることができます。ご利益。お盆みたいな形状をしているお姉ちゃんのポニテは、漏れなく人々を救うためちょいちょいちょい。ガチやん。ガチのガチやん。そうだよ。知らんうちに危ない世界の片棒を担がされてんねんけど。それってダイヤピッケルとかかってたり、かけてへんわ。いい香りがします。先ほども紹介しましたが、かかとがちょっとだけ浮いています。膝同士合わせて足をギュッてする感じがいいんですよね。もうただの感想じゃん。膝の間を抜けることで災いを払って、無病息災を願いましょう。やば。YouTube に怒られてもお姉ちゃん知らんで。お姉ちゃんのせいで規制かかったら、私が責任を取ります。ややこしい。大きいブーツがあると、ここにお姉ちゃんが実在してるっていう重みが生まれますね。隣見たらおんねんけどな。ほんとだ。以上でお姉ちゃん観光ツアー完遂。いくよー。ということで、今回の動画では、お姉ちゃんの見える拠点を作りました。作らされました。顔隠れるのもいいですね。悪気はなかったんや。それは置いといて。拠点紹介コーナー。カモン。各区画を 8×8 にしたら、一辺48の正方形にシンデレラフィットすんねん。レッドストーンを地下に隠して、地上をクリーンにできるのもええよな。こっそり本棚を2倍速にしてみてたり。ギザギザになるバグがあったり。修正する隠しボタンがあったり。カッパーバルブが最近のアップデで一番嬉しい要素やったな。ボタンをレバーに変換したりとか、10個で1024回ごとに起動する装置とかがすごい便利そう。ここのは、オブザーバーをレバーっぽく変換しとるで。こっちはカボチャウェーブのやつ。ちゃんと立ち位置調整してね。わかっとるって。以上で、今回の動画を締めたいと思います。お姉ちゃんが可愛かったと思う方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。